こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、キャッチーで可愛い、かっこいいイラストですね。今回の添削は東京コミュニケーションアート専門学校の生徒さんの作品で Y さんの作品ですね。タイトルはお助けキャラ登場。コメント、意識したことはソシャゲのキャラクターイラストのような背景の描き方を目指しました。クールなキャラなので凛々しい感じにしたかったのですが、あまり遠近感だったり躍動感のようなものが表現できていなかったので、次は意識して描けるといいなと思いました。テーマは戦いの援護として仲間に召喚された魔法技師ですとのことです。はい、まずですね、絵柄がとてもキャッチーで可愛いなと思いました。もう見た瞬間にね、嬉しくなるようなイラストが描けてますね。こういうキャッチーさって言語化がなかなか難しいので、体で時代を感じる感覚っていうのがないと絵に起こすのがなかなか難しいと思うんですが、 Y さんはそれが自然とできている方だと思います。はい、素晴らしい感覚お持ちだと思いますね。で、このイラストのどこを添削していくかなんですが、主にこの背景ですね。ですね、初めにはっきり言っちゃうんですが、ちょっとね、あえてね、強い言葉で言いますよ。覚悟はいいですか？はい。Y さん、絵がめっちゃうまいのに、構図が下手。はい。下手だよ。もったいない。いや、なんで僕がこんな風に言うかっていうと、この絵ですね、料理に例えると、Y さんめちゃくちゃ美味しいハンバーグ焼けるんですよ。もうね、誰よりも肉焼くのうまい。いや、だからね、誰しもが Y さんのハンバーグ食べたら、うわ、うま、何これ、やばーってね、ものすごい感動するぐらいうまいんですが、Y さんでもいかんせん盛り付けが適当なんだ。ものすごい美味しいハンバーグをジューってね、焼いたそばから盛り付けの段階でそのハンバーグ、もうぐしゃーってね、さらに投げつけて、はい食えっていうスタイルなんですよね。いくらハンバーグが美味しくてもそれ食べたくないでしょ。そのぐらいもったいない盛り付けのやり方をやっているので、今回はですね、もう盛り付け講座です。メインのキャラ自体はね、もうほとんど何も言うことないので、お皿への盛り付け方、ここをね解説していきますね。多分ね、皆さんびっくりすると思いますよ。盛り付け方を学ぶだけでそんなに見栄えって変化すんのって。はい、なので最後までぜひお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずはですね、ハンバーグがお皿の中心に乗ってないです。ハンバーグの位置を直しましょう。はい、もうね、せっかく美味しいハンバーグくん、真ん中に乗せてあげましょうね。はい。いつの間にかこの子の名前ハンバーグくんに僕の中でなってますね。で、なんでこの子真ん中に乗せてあげられなかったのかって、よく見ると理由がわかります。この武器ですね。この武器をお尻まで画面に入れたかったから、キャラをこの前に寄せちゃったんだと思います。そういう時はこういう風にすると解決します。はい、武器にパースをかけて手前を大きく奥を小さくすることで、はい、画面に綺麗に収まりました。それに加えてね、武器も大きくなることでキャラクターの可愛さとのギャップも演出できますね。で、もう一点、これも構図的な問題なんですが、この子、これ玉ねぎかな、多分玉ねぎだと思うんですが、この相棒のオニオンさんの位置もですね、画面に収まるように無理やり配置されていた感じがあるので、ここを修正しましょう。はい、せっかく羽があるので、のびのび羽ばたかせてもいいと思います。それとね、オニオンさんからもともと伸びていたツタ、これももうちょっとのびのびと生やしてあげましょうか。はい、こんな感じです。ハンバーグさんの相棒がオニオンさん。なんか僕の中で完璧に繋がっちゃったんですが、そもそもこの子、別にハンバーグモチーフじゃないので、僕の勝手な妄想の中の話だけでしたね。はい、すいません。さあ、オニオンさんの位置変更したので、こう乗っかっている腕の位置が不自然になってしまいました。オニオンさんが乗っかる腕、少し上に上げてあげましょう。はい、こんな感じです。あとは足の角度が、こっちの足の角度がちょっと変ですね。修正しますね。はい、
こんな感じです。まあ多分わざとね、足首をねわざとくにゃーっとさせる癖があるキャラなのかもしれませんが、これ多分伝わらないと思うのと、ただ単に変な角度に描いてしまったと思われそうなので、自然に調整した方がいいかもしれません。さあキャラクターの調整はここまでです。今まではハンバーグを皿の真ん中に置きましょうって言っただけなんですが、次はいよいよ盛り付け本番です。盛り付けはどうするか、ソースはどうするかみたいな話になってきますので、頑張ってついてきてください。まずですね、そもそも盛り付けるお皿なんですが、お皿の部分、このね側の部分ですね、ここなんですが、この辺とかねちょっと欠けちゃっている感じがするので、もう少し立派なお皿に盛り付けてあげましょう。はい、窓枠の角度やパース感などもしっかり見合わせて、キャラクターとの関係性を意識しながら画面に収めてみましょう。あと窓枠の形もですね、もうちょっと凝ってもいいかもしれません。はい、こんな感じですね。窓枠はシンプルでもいいんですが、少しこだわった装飾を入れてあげると絵に密度感が加わってレアリティがアップするような感じがあります。レアリティがねコモンぐらいだったら元のままの密度感で、 S レアぐらいになったらもうちょっと密度感を上げるみたいな調整ができるといいかもしれません。でさらに上があります。こんなアレンジもありですね。はい、なんか青い塊を描き入れました。これはですね、バラの花のあたりを描きました。ソシャゲの絵ってこの外側の部分、いわゆるシルエットの部分で豪華さが決まるので、シルエットをつるっとシンプルにするとあんまり豪華な感じがしなくて、で逆にシルエットをこう複雑な形にすると豪華な感じが出ます。なのでこんな風に花などを使って窓枠を飾ってあげると、シルエットに変化が出て豪華な感じが増すことができます。さあ続き描いていきます。はい、ツタと葉っぱを描き入れました。バラがねまだ当たりを取っただけで青い塊なのでバラに見えませんね。数が多いのでね、あんまり丁寧には描き込みませんが、バラだとわかるぐらいに線を描き入れていきましょう。はい、こんな感じです。あとですね、魔法陣の角度がちょっと手前に置きすぎているかなと思います。角度調整していきます。はい、こんな感じです。あとはこれどんなキャラクターイラストもそうなんですが、顔の部分が目立つようにしないとあんまり見栄え良くなりませんね。なのでこのように調整します。はい、キャラクターの顔周りを明るくしました。これだけで顔の部分に自然に視線がいくようになるので、 Y さんの絵のキャッチーさをググッと引き出せるようになると思います。キャラクターイラストの背景ってですね、要するにキャラクターを引き立たせるための存在ですので、自然な光源とか自然な構造とか、そういうものももちろん大事なんですが、それよりも上の優先度としてキャラクターを引き立たせるっていう意識をしてみてください。それがあるだけで盛り付けは確実に上手くなると思います。さあここまでだけでも盛り付けは完璧だと思うんですが、もう一工夫、やっぱりですね、こう皿に蓋がついたりしていて、で提供された瞬間にこう蓋を取るとシューとかってね、料理からスモークとかと一緒に香りがふわっと立ち上がってきたりするとテンション上がりますよね。絵にとってそれがエフェクトですね。エフェクトを追加することで S レアから SS レアに引き上げる効果が期待できますので、この絵にも追加してみましょうか。まずは手前側。
はい、こんな感じ。そしたら奥にもエフェクトを追加していきましょう。はい、単純に楕円形でもいいですが、この子はサポートキャラとして自在に魔力を操れる魔法技師なので、エフェクトに関してもちょっと複雑な形状にしてあげた方がこの子の特質を表せるかもしれません。はい、あと最後にですね、ちょっとした仕上げです。はい、最後にちょっとだけパーティクルを飛ばしてアクセントをつけましょう。今回の添削は以上です。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。キャラクターはですね、ほとんど触っていません。ですが盛り付けだけでこのぐらい印象が変わってしまいます。盛り付けの威力すごいでしょ。はい、今回はキャラクターは完璧でした。ほとんどね、もういじっていません。もうちょっとね、配置を直したぐらいですよね。ですがキャラクター、料理は完璧だったのに、その盛り付けだけがいまいちできていませんでした。なので今回の添削では料理の盛り付け部分に特化してお伝えしてきました。はい、こんな感じでね、変化してきました。いかがだったでしょうか。また今回のようにソシャゲ風のイラストが描きたい、もっとコツを知りたいという人も多いと思います。そんな方にはこちらの動画、気まぐれ添削153がおすすめです。ソシャゲ風の箱庭っぽい絵をさらによく見せるためのコツを知っていただけると思いますよ。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。